皆さんこんにちは。今回は TOEIC で730点を目指すならこの5冊というテーマでやっていきたいと思います。今回ご紹介するのは私が TOEIC の点数を585点から785点に伸ばした時に実際に使っていた参考書なので、この5冊をやり込めば確実に730点は超えられます。また TOEIC の対策だけではなく、これから英語を学び直したい、これから英語の勉強を始めたいという人にもお勧めできる参考書です。というのも、私が TOEIC785 点を獲得したのは2回目の受験の時でした。1回目に受験した時は18年ぶりに英語の勉強を始めたにもかかわらず、いきなり TOEIC 対策からスタートしてしまいました。参考書の解説を読んでもしっかりと理解できていない状態で進めてしまったので、TOEIC を受験した後でも英語力がついた感覚は正直ゼロでした。今回ご紹介するのは1回目の受験の後に中学英語から復習しないとまずいなと思って使用した5冊です。結果的に200点スコアをアップできましたし、その後の英会話にもうまくつなげられたかなと思うので、これから英語を学び直したいという人もぜひ参考にしていただけたらと思います。それではやっていきましょう。今回紹介する教材はこの5冊です。内訳としては中学英語の復習で2冊、高校英語で1冊、TOEIC 対策で2冊使用しました。勉強の流れとしては、まずは中学、高校英語の参考書で基礎を固めて、金フレで TOEIC の準備、金のパッケージで実践&対策というイメージです。勉強するときには、基本的には夜にインプット、翌朝アウトプットという流れで行っていました。夜寝る前に勉強したことは記憶に定着しやすいというのを聞いたことがある人は多いかもしれないんですが、私もそれに倣って勉強を進めました。また、翌朝アウトプットをする習慣を身につけることで、より記憶に定着しやすいよう心がけていました。それを踏まえた上で、ここからは参考書を詳しく紹介していきたいと思います。まず紹介するのは、ジャンプスタートです。ジャンプスタートは中学の英文法を使ったシンプルな例文がたくさん掲載された例文集で、本の後半には文法の解説も掲載されています。ジャンプスタートのメリットとしては、何より取り組むハードルがかなり低いことかなと思います。見ていただくと分かる通り、これ結構コンパクトですよね。厚さもそんなにないです。本の中には中学レベルからきちんと英語をやり直したい方が対象として書かれているのですが、この一冊だけで学び直せるとしたら結構頑張れそうな気しませんか？コンパクトながら文法の解説も結構充実しているので、英語の学び直しでどの一冊を取ればいいのかわからないという人は一度手に取ってみるといいかもしれないです。また、音声は ABC というアプリで無料で聞けるので、通勤や通学、あとは家事など隙間時間を有効活用したい人にもおすすめです。ジャンプスタートでもう一つメリットを挙げるとすれば、英語の語順で日本語訳が掲載されているということです。例えば、I'm not a morning person という文章に対して、私は朝方の人間ではないという通常の日本語訳に加えて、私はではない朝方の人間という訳も載っているというイメージです。この日本語訳のおかげで初めて英語を勉強するときから英語の語順に慣れることができますし、長文を読むときでも帰り読みをする頻度をかなり減らせるかなと思います。続いてご紹介するのは速読速聴英単語ベーシック2400です。この本は小学5年生から高校1年生で学ぶ単語や熟語が掲載された単語帳なのですが、長文の中に単語が散りばめられているので、どちらかというと長文集といったイメージです。この本のメリットとしては、長文ごとに初対面の挨拶をするとか、レストランに注文するなどのテーマが決まっているので、場面をイメージしやすいということです。よく単語や例文を勉強する際に、イメージで覚えましょうということが言われると思うのですが、イメージするのがちょっと苦手だなっていう人はぜひ取り組んでみてほしい一冊です。また長文以外にも前置詞のコラムとか、あとは助動詞のコラムとか、いくつかコラムが掲載されているのですが、個人的にはそのコラムも結構気に入っています。例えば前置詞のコラムには in とか on とか各前置詞の基本的なイメージとそれぞれの短い例文が掲載されています。前置詞って英語を勉強する中で結構多くの人が苦戦するポイントかなと思うのですが、このコラムを読んでおくと、後々の TOEIC 対策とか、あとは英会話の場面とかで結構役に立つかなと思います。この本のデメリットをあえて挙げるとすれば、本の後半に進むにつれて結構文章量が多くなります。音声の長さで言うと、だいたい1分を超える文章がだんだんと出てきます。文章量が多いことでジャンプスタートと比べると一周するのに結構時間がかかってしまうので、単語帳をサクサク進めたいなという人にはちょっと大変かもしれないです。ただめちゃくちゃ難しい文構造が出てくるわけではないですし、ここである程度長文を読むことに慣れておくと
後で TOEIC の長文読解の対策をするときにも結構役に立つかなと思います。それでもどうしても長文読むの耐えられないなっていう人は、本の前半の短めの文章を繰り返し何度も復習をして、慣れてきたタイミングで本の後半に進むっていう進め方もありなのかなっていうふうに思います。ここまでは中学英語の復習用として2冊ご紹介しましたが、続いてご紹介する All-in-One Basic は高校英語の範囲を学べる参考書です。All-in-One Basic は文法書としての役割がメインなのですが、単語とか熟語とかも結構豊富に掲載されているので、高校英語の基礎を固めるにはかなり最適な一冊なのかなというふうに感じています。1冊目に紹介したジャンプスタートと同じ方が書かれた本なので、この本も音声学習がしやすいことと、英語の語順で日本語訳が書かれているというのがメリットになります。All-in-One Basic の音声は ABC ではなく、公式サイトもしくはスマホ専用のアプリから聞くことができます。隙間時間を有効活用したい人にもぴったりかなと思いますし、あとは音声はがっつり音声変化するので、リスニング対策にも有効だったなというふうに感じています。一方でデメリットを挙げるとすれば、All-in-One Basic には1ページにぎっしりと重要事項が詰め込まれているので、初めて文法書を勉強するという人にとってはちょっと大変かもしれないです。ただ、これはどの文法書にも言えることかなと思いますし、All-in-One Basic は文法書としてはさほどページ数は多くなくて、補足説明を入れてもだいたい580ページぐらいです。メインの文法解説については全部で181レッスン掲載されているのですが、1日6レッスン進めればだいたい1ヶ月で1周できる計算です。なので一度で深く理解しようとするのではなくて、ペースを守って周回することを意識するのが読破するコツかなと思います。ちなみに音声について補足なのですが、スマホアプリで一部機能を使うにはアプリ内で課金が必要になります。ただ、個人的にはスマホアプリの方がやっぱり使いやすかったですし、課金する価値は十分にあるかなって感じました。私は聞き流し機能だけ課金して移動中に利用していました。ここからは TOEIC 対策の2冊をご紹介していくのですが、まずは金フレです。金フレは TOEIC に特化した単語がレベル別に掲載されているのと、あとは ABC で無料で音声を聞けるのでかなり重宝していました。金フレは多くの方がおっしゃっているように、やっぱり何回も周回するのが習得への近道かなって思います。私の場合は1日に100単語を目標に、夜に暗記、朝に音声を聞きながら復習という流れで行っていました。金フレは TOEIC 当日までずっと繰り返していたので、試験直前は苦手な単語だけに付箋を貼って効率的に復習できるようにしていました。また、金フレを勉強していた時期は、先ほど紹介した All-in-One Basic の2週目と3週目も同時に進めていたのですが、金フレの勉強中にこの単語は All-in-One Basic にも載っていたなと思ったものは、All-in-One Basic をその場で見直して余白に金フレの文章を書き込んでいました。こんな感じで参考書同士をリンクさせることで単語が使われるシーンを幅広くイメージできましたし、それぞれの参考書の復習にもつながったので効率的に学習が進んだなっていう実感があります。最後に紹介するのは金のパッケージです。金のパッケージは TOEIC の総合対策本という位置づけになるのですが、各パートの解き方の解説と演習問題、さらには1回分の模試が掲載されているので、初めて TOEIC を受ける方が全体像を把握するのには最適な一冊になっています。私は初回の受験の前にも1周終えていたのですが、2回目の受験の前はもう何度も繰り返し読んで対策を行っていました。リスニングパートの対策としては、パート3とパート4の本文を音声と同時に音読する練習を繰り返していました。音読をする際には、まずは音声を聞いて意味を理解できるかチェック。その際にわからない単語の意味は調べて、音がつながっている箇所は赤線でマークを入れていました。次に1文ずつ音声を聞いて、一度ストップしてから音読。次の一文を聞いてストップして音読という流れを繰り返し、慣れてきたら音声を止めずに通しで同時読みを繰り返していました。最初は同時読みができるようになるまでかなり時間はかかるのですが、少しずつでいいのでスピード感や抑揚、あとは単語のつながり、音のつながりに慣れていくっていうのが重要です。また音読は各文章を暗記できるぐらいまで何度も繰り返して、ほぼ暗記できたなと思った文章に関してはシャドーイングにも挑戦していました。さらに本番前の1週間ぐらいに関しては音声を 1.2 倍速で聞くようにしていました。1.2 倍速に耳を鳴らしておくと通常のスピードがゆっくりに感じて割と単語がクリアに聞こえてくるようになるかなと思います。続いてリーディング対策ですが、パート5とパート6についてはまずは一通り掲載されている問題を解いて、間違った問題にはチェックをつけて正解の理由が説明できるようになるまで繰り返し解くようにしていました。
パート7の長文読解に関しては、わからない単語を調べたり、帰り読みをしてしまった部分の文構造を把握したり、まずは丁寧に文章を読み直してみました。すべての英文で復習を終えた後は、英語の語順で意味を取ることを意識しながら、繰り返し何度も読み返していました。ここまで参考書と勉強法をシェアしてきたのですが、最後に勉強を続けるために心がけていたことを2つ紹介したいなと思います。1つ目は気分が楽しくなる目標を持つことです。これは TOEIC の目標スコアとは別に個人的なテンションが上がる目標を持つという意味です。私はアメリカのバスケの NBA を見るのが趣味なのですが、英語で NBA の記事を読んでみたりとか、あとは英語実況で試合を観戦してたりすると、覚えた単語が時々聞こえたりするんですよね。例えば、キンフレに支配するという意味の dominate という単語が出てくるのですが、NBA では試合を支配するという意味で結構使われてたりします。そんな感じで趣味と英語がつながった瞬間って結構嬉しいですし、その瞬間に使われてた単語って多分今後ずっと忘れないだろうなっていうふうに思います。英語に関連する趣味がない人の場合は、例えば英語系の YouTuber の方で、この人みたいに喋れるようになりたいなっていう目標の人を見つけてみたりとか、あとは趣味で使っている道具とかを、これは英語で何て言うんだろうっていうのを調べてみたりするのもいいかもしれないです。2つ目に心がけていたこととしては、勉強のペースを守るということです。例えば勉強の目標を立てるときに、1日1時間は勉強しようみたいに最低ラインを決めることってあると思うんですけれど、最大でも何時間までとか、夜何時以降は勉強しないっていう最大のラインを定めるのも、個人的には結構有効かなって思っています。よくありそうな例としては、土日にモチベーション高くがっつり勉強して、その翌日月曜日に仕事やバイトから帰ってきて、昨日いっぱい勉強したし今日はいいかなみたいな感じで一回休んでしまって、その後もなかなか戻れなくなるっていうパターンはありそうですよね。もちろん試験直前は追い込みとしてがっつり勉強するのもありだと思うんですが、そこまで目前に試験が迫っている人でなければ上限を設定してバランスを保つことを優先するのもありなんじゃないかなっていうふうには思います。また、目標って大体モチベーションが高い時に決めていて、最低でも3時間勉強するぞみたいな感じで高い目標を立てがちかなっていうふうにも思います。ただ、モチベーションってどうしても浮き沈みがあるものなので、例えば3時間勉強できなかった日が1日、2日、3日っていう風に続いた時に、今日も勉強できなかったなっていう風に自己嫌悪に陥って勉強をやめてしまう原因にもなりかねないです。なので、単語を5個だけ進めてみるとか、参考書を1ページだけ読むみたいに、仕事やバイトで疲れていてもこなせるぐらいの低いラインに設定しておくっていうのも大事かなという風に思います。ここまでをまとめると、目標を立てる際にはテンションが上がるような楽しい目標を1個持っておくということ、最低ラインと最大ラインの両方を設定するということ、最低ラインはできる限り低くすることというのがおすすめです。英語を勉強している人って多分真面目な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うので、バイトとか仕事で忙しい人は結構多いと思います。あとはプライベートの予定がどうしてもたくさん入っている人もいると思うのですが、自分に合ったペースが見つかれば習慣化されて英語の勉強続きやすいかなと思うので、ぜひ試してみてください。というわけで今回は TOEIC で730点を目指すのがこの5冊というテーマでやってきました。今回の動画が皆さんの英語学習の役に立てれば幸いです。私自身まだまだ英語勉強中の身ですので、英語勉強中の人はぜひ一緒に頑張っていきましょう。それでは今回の動画は以上となります。Until next time, see ya!